怖いぐらいもう何だってデリバリーできちゃうんですよ。怖いぐらいにそう怖いぐらいってのはどういうことですか？デリバリーできないものはなんかあまり思い浮かばないぐらい。面白かったのは、聞いた話でね、郊外に遊びに行くでしょ。山頂まで登ったらお腹が空いたからデリバリーを頼むっていう話も。そう。放送作家の島津です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のですね、食にまつわるホットトピックはこちらでございます。中国の成人2人に1人が過体重、肥満、専門家、科学的ダイエットを呼びかけるということでですね、今ですね、中国人の2人に1人が肥満であると。今の生活リズムは早いほか、栄養過多や食習慣の問題などが原因となり、中国人の2人に1人が肥満になっている。青少年を見ても小太りの割合が高くなる一方となっている。さらに新型コロナウイルス感染拡大期間中において、外出制限がされているほか、将来に対する不安なども不安につながっているという、そういった内容になってるんですが、どうですか？やっぱりゆうさん、この記事に書いてるようになんかすごい肥満が増えてるっていう実感ありますか？めちゃくちゃ実感ありますね。そうですコロナか。の前から実はもうじわじわと感じていて、北京に帰るたびに肥満の人を見かける確率がすごく増えましたね。背景にはもちろんいろんな問題があるんですけど、やっぱり一つ、その飲食の欧米化、チーズとかね、ピザとか、そういった、すごいカロリーの高いもの、今まで本当にね、そんなに食べていなかった。食べてなかったけど、日常的に食べるようになりましたね。いや、だから、ちょっとユーさんにこれもう本当に言いたいんだけど、すごく中華料理って、油っぽいもののイメージがあるんだけど、その割に太ってないなっていうのが、不思議でもあったんですよ。いや、中華って結構酢豚とかね、なんか、野菜の炒め物にしても油料理が多いにもかかわらず、あれ、痩せてんなとか思ってたら、でも、なんか、そうなんですよ。近年耳にするのは、肥満キャンプみたいな、子供がすごい太ってて、キャンプ行くみたいな話聞いてるけど、なんでそんなこと起きてんのかなと思ってたんだけど。子供に関しては、またいくつか理由があって、一人っ子が長かったじゃないですか。なので、個人ってものすごい子供を大事にするんですよ。子供が生まれると、おじいちゃん、おばあちゃんも結構面倒見たりするんですよね。で、そうするとね、もう、年がら年中食べさせて美味しいもの与えて。なんかね、お腹空いてるんじゃないかな、みたいな感じで。食べなっつって。あれこれね、食べさせるんですよ。食べてる姿を見ると、親とかおじいちゃんおばあちゃんが嬉しいからね。でも、実はこれが結構悪循環で、もうどんどん食べる量が増えていって、そう、気づくともう肥満児になってるっていうのがやっぱりね、あるんですよね。大人に関して言うと、もちろん欧米化、飲食の欧米化もあるんだけども、今の若者たちって、仕事が忙しいのもあるし、生活力あんまりないのもあって、デリバリーに頼りすぎてるところもあるんですよね。そうなんだ。のデリバリーがね、怖いぐらいもう何だってデリバリーできちゃうんですよ。怖いぐらいに怖いぐらいってのはどういうことですか？デリバリーできないものはなんかあまり思い浮かばないぐらい、タピオカドリンクとかフルーツティーとかこんな一杯から頼めるし、夜中の1時とか2時とか頼めるんですよ。日本じゃ考えられないでしょ。夜中だとデリバリーの人たちのお給料も高くなるから、悪いからやる人もいるしみたいなことなんだ。やる人もいるし、オフィス仕事だと全く動かないでしょ。で、高カロリーの夜食を頼んで、その場で
10分とかね、食べちゃって、また動かないまま、また動かないからっつって、またすごい写真が出てるな。有名なデリバリー集団。暴走がまた、ここが激しそうだな。面白かったのは、まあ聞いた話でね、郊外に遊びに行くでしょ。山頂まで登ったらお腹が空いたからデリバリーを頼むっていう話も。ああ、そう。そう、だからね、もちろん距離とかによって、賃金が、変わるじゃないですか。やっぱりね、やってくれる人がいるんですよ。ありえなくないですか？すごいね。そこまでやるんだ。そこまでやる。片やですよ。アメリカに住んでるシドニーさん。もうね、アメリカってやっぱもう肥満大国じゃないですか。そこのね、チーズとかピザってさ、まさにザ・アメリカな感じで、一方で、なんだろう、その反動もあって俺ビーガンとか来てんのかなともちょっと思うんだけど、どうですかシドニーさん自身、なんだろう、言ってみたらもう20年前からアメリカはそのライフスタイルっていうか食生活なわけじゃない。そういう意味で言うと、今のアメリカ人、20年前に比べてこうなってきてんなとか、シドニーさん自身なんか変化感じます？ 20年前は、よく皆さん、近所の人のお母さん、食べ物作ったし、マクドナルドは安いし、すぐ食べる。でもね、すごくたくさんレストラン増えてた。デリバリーサービスがある。イタリアンレストランとか、豪華なレストランとか、個人のシェフの方。プライベートシェフみたいなね。だんだん変わりましたよ。だってアメリカ人の太り方ってまあすごいじゃない。200キロ、300キロみたいな人も結構いるでしょ。いや、でもさ、それこそシドニーさんもさ、だいぶ太ったで、若い時の写真も知ってるからあれだけどさ。でもね、私、軍人でした。毎日、運動。はい。今はちょっと、あまり。今、50歳年の上、私。食べ物、たくさん食べ物、ちょっと気分悪いになる。すぐ気分悪い。本当。でも、お酒は問題ない。大丈夫ですよ。本当自分で言い方ポテトとか、たくさん食べ物、食べ放題、ちょっとだんだん気分悪いになる。だから。なんだろう、そういう肥満のところからね、そういう和食に注目も集まっただろうし、で、一方でそういうビーガン的なところのね、サービスもなんか発展してんのかなっていうイメージなんだけど、スタッフの岩渕さんからはね、いや、ボディービルダーも、ビーガンボディービルダーも増えてるっていう話で。すごい。ビーガンボディービルダー知ってる？ No、全然知らない。誰？ちょっとビーガンボディービルダー、ちょっと見てみましょうか。ビーガンボディービルダー？ビーガンボディービルダーがいる。ありえない。もう、これだよ。ムッキムキだよ。これはすごいね。てか、この人はもう本当にすごい、単純にビーガンとか関係なくすごいね。プロテインとかの問題じゃないかな、これ。絶対プロテインとかね、薬の力でかいと思うけどな。ね、そうです。あと中国でね、実は仏教の信者結構いるんですよ。仏教の教えの中ではやっぱりビーガンになるっていうのがあるので、私の周りでもそうなんですけど、なるほど。何人もね、やっぱりね、ビーガンになってる人がいますよ。だから中国でね、やっぱりビーガン生活は割と身近にある感じなんですよ。なるほどね。ただね、ビーガン、やっぱり正しくやらないと、女性だったら生理止まるし、もう本当に肌とかも全然調子がね、悪くなるし。まあそこはね、人それぞれですから。そんな感じかな。はい。まあ私も人のこと言えないんで、適当に暴飲暴食せずにね、まあ健康的にいきましょうということで。はい。今日はこの辺になります。では、それでは皆さん、さよなら。バイバイ。またね。